はいどうも、しんです。本日もアークサバイバルエボルブドをやっていきます。本日はタイトルにある通り、バグ、ラグ、エラー落ちの解決法となります。アークですね、バグ、ラグ、エラー落ち、つきものにはなっているんですが、原因であったり対策を把握しておくことによって回避できる部分っていうのも多々ございますので、情報としてですね、共有していければと思っております。快適にアークライフを楽しむ上で少しでも助けになればと思いますので、よろしくお願いいたします。では本編どうぞ。ではですね、バグ、ラグ、エラー落ち、解決法のご紹介となっていくんですが、まず冒頭といたしまして、今回の情報に関しては、各所調べた部分っていうのも多々あるんですけども、自分の経験であったり、あとシステム上こういうことだろうっていう部分の予測の部分も含めてのお話になりますので、100% 合ってるかって言われると、残念ながら自信を持ってというところにはならないです。あと、パソコン版、プレイステーション版など、いろんなバージョンもありますし、原因としては、基本的にですね、全部対応しているものにはなっていると思うんですが、状況によってですね、異なってくる部分は出てくると思いますので、そこに関してはですね、ご容赦ください。また、プレイステーションだとこうだよ、みたいなものとかですね、PC だとこうだよ、みたいな、それぞれ有識者たちが対応しているものっていうのもあるかと思いますので、もしよろしければコメントの方にですね、共有いただけましたら、またバージョンアップしてですね、共有していければと思っておりますので、そちらの方もご協力よろしくお願いいたします。極力みんなでアークライフ楽しめればと思っておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。本題に入る前にですね、アークの仕様としてちょっと認識しといていただきたい部分っていうのがあります。それがこちら、アークの保存先の問題なんですが、まずローカルサーバーでされている場合は全てローカルに保存されています。でそれ以外ですね、公式などに関しては、その他にマップ内データと全体サーバーというのが別であります。わかりやすく言うと、この保存場所を移動した段階で転送のクールタイムが発生すると思っていただければと思うんですが、なんでマップのところからデータをサバイバーに移すと、クールタイムが再度発生して転送できるまでの時間っていうのが発生すると思うんですが、保存先っていうのが分かれています。あとは、インベントリーですね。こちらが、ローカルでされている方は日本語入力で一括転送できると思うんですが、公式などの方に関しては、英語のアイテム名でないと相当できても一括転送ができないっていう部分があります。これはマップ内であったり全体サーバーっていうのは英語のみになっておりますので、この間の移動に関して転送が英語でないとできないというものになってます。今回のものに関しては保存先が3つに分かれているんだなっていうのだけご認識いただければ大丈夫です。ではですね、バグ、ラグ、エラー落ちの解決法についてになるんですが、今回3つに分けてご紹介していきます。原因、対策、解決法の3つですね。チャプターに分けているので、各内容ですね、飛ぶことはできるんですが、それぞれつながりがありますし、それぞれ原因であったり対策でも関与してくるもの、別の部分になってくる部分もあるので、原因や対策ですね、を把握していることによって、エラーっていうのも、この原因が重複してですね、発生している部分が多々ありますので、それぞれ認識しておくとですね、回避できる部分っていうのも出てきますので、一回はですね、一通り見ていただいて、頭の片隅にでもですね、内容を入れといていただくと、何かの時に対応ができるようになりますので、ぜひ一度一通りご覧いただければと思います。ではまず原因についてなんですが、簡単にちょっとグループ分けしてるんですけども、まず、恐竜についてですね。こちらが3つに分けてるんですが、1つが生物の密集。わかりやすいところで言うと自分のペットですね。ブリーディング中とかいっぱい出している場合に重くなります。
ただ、ペットに限らずですね、野生生物もそうですし、周りの住人がペット出している場合もそうです。根本的なところでいくと、マップというデータがあって、その上にいろいろですね、木であったり、岩であったり、山を配置したりとかね、生物がいたりっていうところで、情報量が増えればその分データ量が多くなると。それが、密集していればですね、必然的に重くなってしまうっていうところがあります。で、データが重くなってしまえば、ラグであったりとかですね、エラ落ちっていうのが発生してくるというものになってます。これは当然ながら洞窟でいっぱい生物出てくるっていうところも生まれます。以前のスタートマニュアルの方でご紹介した表示距離の部分で、その範囲内で表示されている量によって実際使っているデータ量が増えるっていうものになるので、表示範囲が増えれば重くなりますし、狭くすれば軽くなるっていうところも同じ理由になってます。で、スペックを考えられて、プレイステーション版に関しては、パソコン版よりも表示範囲が狭かったりとか制限されて、極力快適にできるように作られているものになってます。次に、放浪モードに関してなんですが、生物ですね、放浪モードっていうのがあります。自由に動き回るっていうね、こちらオンにするとですね、通常でいる場合よりもデータ量が増えて重くなります。自動で動き回るスクリプトが動くんでしょうね。なので、極力放浪モード、特に重くなる状況の場合とかに関しては、放浪モードを切っていただければ少し抑えることができます。肩乗り生物とかですね、ペンギンとかですね、放浪モードで可愛く動いているのを眺めていたいっていう部分もある方もいるとは思うんですが、そういった場合は他の部分で抑えていただいて、他の生物直したりとかですね、ブリーディング中に関しては放浪モード切ったりとか、そういった部分で対応がしていけるというところですね。次に光源生物なんですが、ここに関しては光源生物、光を放てます。アークの場合、光源生物の光っていうのが通常の光と別でエフェクト、パーティクルというのかエフェクトが入っておりますので、そこの部分ですね、表示内にエフェクト分ですね、データが多くなってしまうので、重くなるというところがありますんで、光生物でですね、ライトの代わりをしたいとかですね、見た目的にも良くなったりするので、入れたい部分はあるんですが、重い場合は変えていただければと思います。続きまして、建築関係。まず、建材についてなんですが、ぶっちゃけそんなに大きいところではないと思うんですけど、よく言われている石建材とか重くなるとかもあるんですが、実際のところそんなに大きな差はおそらくないです。多少もちろん違ってくるんですけども、大型建築になればなるほど量が増えるんで、もちろん変わってくる部分はあるんですが、そういったところでどうしても重いよとか、大型建築でしんどいよっていう時はですね、少し建材を見直していただくと改善できるかもしれません。あと、鉄建材に関しては、デフォルトの状態だとかなり光を反射します。そこが結構重くなったりする場合があるので、ペイントをしていただくことでそこが抑えれるので、割と鉄建材、大型建築している場合多いと思うので、ペイントしていただくことで少し抑えることができますんで、お試しいただければと思います。建材の密集ですね。ここに関しても、さっきと同じなんですが、範囲内で建築も生物と一緒でですね、建材ごとでデータが存在してますんで、多くなれば、特に密集すればするほどですね、データとして重くなってしまう。移動するときに読み込みに時間がかかってしまうっていうのもありますんで、そこに関してもですね、ご注意いただければと思います。ある程度建築上限という形で、それぞれパソコン版であったり、プレイステーション版であったり、上限設定がされているので、そこの部分に関してもですね、単体では問題ないように上限設定はされてるんですが、公式であれば近くにも人がいますし、他にも距離いっぱい出したりとかですね、他の要因と重なってくる部分もありますので、エラーの原因になってくるところはあります。テック設備ですね。まずは上3つですね。トランスミッター、フォースフィールド、レプリケーター。この辺は簡単に言うと起動した時に光放つっていう部分でエフェクトが出てるんですね。その部分になるんですけども、追加でそのエフェクト分ですね、データが重くなりますんで、重くなるよというところなんですが、
主に上の3つは使ってる時のみになってくるんであれなんですけど、特にテックジェネレーターに関しては、先ほどの光源生物と一緒でですね、かなり空間内にエフェクトが出ます。なので、特に最大距離とかで使っていると、かなりその空間自体が重くなってしまいますんで、さらにブリーディングとかでですね、生物も密集するっていう環境が多々あると思いますんで、そういう面でもかなりテックジェネレーターの表示範囲であったり表示っていうのはご注意いただければと思います。続いてプレイヤーなんですが、サーバー内の人数というところになるんです。ここに関してはですね、単純に人が増えるっていう部分もあるんですが、サバイバーがいるということは何かしらをしているわけで、恐竜が出ていたり、移動していたりとかね、マップ内の重さになってくるので、そういった部分で原因の一つになります。イベント中とかですね、人が多い時は注意しましょうというところですね。続いて転送。これ先ほどちょっと出たんですが、インベントリーですね。どのゲームも一緒ですが、インベントリー開くときは重くなります。インベントリーからインベントリーの転送っていうのも、マップ内のデータからですね、出てサバイバーのデータに移すようになるんで、この辺もデータとして重くなります。で、大きいのがその下のテレポート。テレポーターもそうなんですが、一番体験しているのはおそらくボス戦になってくると思います。ここはボス戦行く用の恐竜とかですね、サバイバーとか結構密集している状態で転送もするので余計にっていうところと、ボスマップに移動する部分もあるので、いろいろデータの転送が多くなってですね、一番落ちやすいっていうところでもあるんですけども、なんでよくあるボス戦ですね、行くときにインベントリー開いていたら落ちるっていうのはこの重複になってくるので、余計に落ちやすくなるという部分にもなってますので、ご注意いただければと思います。マップ移動ですね。ここに関してはデータですね、アップロードするっていう部分もあるので、その都度重くなるっていうところはありますんで、他の部分を軽くしていただいてご注意いただくというところと、どうしても保存先がマップデータではなくなってくるので、全体サーバーの方に一旦移すことになりますんで、かなり注意が必要という部分になります。続いてマップのグループに入れてるんですが、一番上の人気っていう部分に関しては、単純に先ほどのサバイバーと重なるんですが、人気があれば人がいっぱいいますし、それなりの理由っていうのもありますんで、その分、人や生物がいっぱいマップ内に存在すれば、マップ自体のデータっていうのが重くなってしまいます。エラーかラグが起きやすいというものになります。次に光と影なんですが、ここに関してはデータ上どんなゲームもそうなんですが、基本的に光のデータであったり影のデータっていうのはかなり重いものになります。見た目以上にですね。そこの究極系がアークでいくとアベレーションになるんですけども、地下世界になってるんでかなり暗い世界にもなってるんですが、その分ですね、光源生物であったり植物なども光るものっていうのがいっぱい配置されてます。光源生物のエフェクトもそうですし、それ以外にも割とエフェクトが入ってたりするので、そこの重さもあるんですが、マップ全体がそんな感じになってるので、かなりマップ全体が重いです。あと、似たようなお話でエクスティンクションとかもそうなんですが、エクスティンクションは他にもいろいろ理由あるんですけど、そういった部分でですね、マップ全体がデータとして重くなると。光源生物もそうですね。この2つに関してはですね、マップ全体はもう特にアベレーションっていうところになるんですけど、アベレーションに関しては他のところ以上にですね、光源生物がいっぱいいる部分もあるので、マップ全体で光源生物の粒子があるようなもので、かなり他のマップよりもデータ量が重くなります。故に移動中とかですね、プレイステーション版だとアベレーションであれば結構移動中落ちる。スピードを上げて移動した場合に落ちるっていうのが、一エリアに関してのデータ量っていうのが多いので、それを読み込むのにかなり重くなります。なんで、そういった場所をですね、アベレーションに限らずご注意いただければと思います。マップ全体が重くなれば、マップ自体のサーバーが落ちてしまうこともありますし、ただ生活する上で、移動する上でも落ちるっていうのがあります。これは、ジニス1の吹雪エリアとかもそういう理由ですね。
続いて、ジェネシスシミュレーション。これはさっきの転送と似たようなものになるんですが、1の方はマップ上で同時に起動するものになっているので、かなり重くなります。シミュレーション起動している場合ですね、は重くなってしまうので、そういうのが重複したりですね、あと他の部分で重いのが重なればですね、かなりデータとしても重くなってしまいます。で、マップ全体の容量がオーバーする可能性も出てきます。この辺でエラーが起こりやすいというものになります。あと、その他の部分で、ブロントサウルス。これはですね、初期の頃からやってる方はご存知だと思うんですが、初期ですね、アイランドで沼地で尻尾を振ればサーバーが落ちました。これはですね、ブロントの攻撃範囲が広くて、かなり大量にベリーが取れる生物なんですね。なので、マップ内のデータのベリーがですね、インベントリーに移る。その量が多すぎてですね、サーバーに負荷がかかりすぎて落ちるっていうのがありました。ここは一応修正されて落ちないようにはもちろんなったんですけども、ただ、ブロントで尻尾を振ることがですね、特にベリーの密集地で尻尾を振るっていうことが、データ上重くなってしまうっていうところは変わりないので、極力ブロント使うのはやめましょうというところですね。次にですね、バイリバップイベント。これも似たような話なんですが、取得物が多くなります。ただ、マップ内のデータかけるになってるだけなので、ブロントではないと思うんですが、ここに関してはですね、他の要因、ブリードする人が増えるとかですね、マップ内にインする人が増えるっていう部分も含めてにはなってきますので、そういったタイミングはご注意いただければというところですね。続いて、サーバー自体のお話なんですが、まずはサーバー起動時。例えば、アップデートであったりとかですね、メンテナンスなどでサーバーを切って、これは公式もそうなんですけど、ローカルもですね、起動した時に関しては、パソコンもそうなんですが、いろんなものが立ち上がろうとしているので、かなり挙動的には重くなります。で、そこで何か重い作業をしてしまうと、負荷がかかってしまって、落ちてしまったりとか、エラーが起こったり、ラグが起こったりっていうところが発生しますんで、基本的にはサーバー起動時ですね、特にマップ間転送とかですね、そういったところは控えておかないと消失することに、ロールバックを食らうことになってしまうので、ご注意いただければと思います。次にマップの負荷ですね。ここもちょっと似たようなお話にはなってくるんですが、マップ自体で上記で紹介したような重い作業が重複していくと、マップ自体がデータとして耐えれなくなるっていう部分があるので、そういった部分でパンクしてしまえばサーバーが落ちてしまう。っていうところで、元の自動保存されているところの一定のところまで戻らないといけないっていうことになりますし、ローカルであれば、ローカルで自分で設定しているセーブ区画ですね。定期的にローカルもセーブはされてるんですが、そこまでの間、オートセーブから今の現段階までの間のデータっていうのは消えますので、そういった部分でご注意いただければと思います。スペック。ここは2種類分かれます。通信スペックと本体スペック。まず通信スペックなんですが、一般的なお話でもあるんですけども、YouTube であればダウンロードだけでもちろん見れるんですけども、ゲームに関してはアップロードもしてますんで、アップロードのデータ能力、転送能力も気にしていただくというところですね。割とケーブルテレビのインターネットとかはアップロード能力は低かったりするので、極端にですね、ダウンロードだけに寄せてる部分がありますんで、しんどい場合もあります。あと、セキュリティ等の会社によって制限のかかり方が違うっていう部分なんですが、これは今現状どうなっているかっていうのは実際わからないんですけど、昔とかですね、モバイルルーターとかであれば、制限のかかり方でゲームに使えなかったりとかっていうのもあったので、そういった部分がもしかすると会社によって出てくる可能性はあるので、その辺だけちょっと頭の片隅に入れといていただければなというところですね。通信速度だけではない場合が出てくるので、そんなには今ないとは思うんですけどね。で、本体スペック。まず、プレイステーションに関しては、4であって、4 Pro があって、プレステ5が今あるというところになりますので、スペックもちろんですね、それぞれ違ってくる部分と、改造ですね。プレステ4とか、ハードディスクの保存になってるんで、SSD にしていただくことで、ベックアップができるよと
いうところ。スペックが足らなければ、もちろんですね、負荷に耐えれる量が変わってくるんで、そのあたりでしやすくなったりっていうのがあります。あと、保存量。例えば、何もないところでプレステ4ですね、アークのみのデータで入っているのと、他のデータもいっぱい詰まってて、いっぱいいっぱいになっているっていうところに関しても、やはりスペックとして変わってくる部分はあるので、そのあたりもご注意いただければと思います。あと、パソコンに関してはですね、推奨スペック、Steam の方に出てると思うんですが、基本的には初期のものっていうところとですね、あと、通常に買った場合は要はアイランドだけなので、他のデータとかですね、あとローカルでデータを作った場合は、すべて PlayStation も一緒ですけど、本体に保存されていきますんで、容量は増えていくということになります。プラスアルファで知っといていただきたいのが、パソコン版に関してですね。アークに関しては、基本的に CPU よりもグラボの方が比重が大きいです。なんで、多少 CPU 抑えても、グラボがしっかりしてれば大丈夫です。逆に、CPU がそれこそ最高性能でも、グラボが弱ければ結構しんどかったりします。なんで、このあたりは少しご注意いただければと思います。ちなみに、外付けの SSD に ARC 専用で入れてるんですけど、500GB がパンパンです。1テラに変えるか迷い中。では続いて対策についてなんですが、まずは恐竜。先ほども簡単にご案内はしているんですが、放浪モードは最小限っていうところで、どうしても放浪モードにないと、踏み転がしとかですね、重要になってくると思うんですけど、それ以外のですね、鑑賞用とかに関しては、極力抑えていただければ、軽くできるよっていうところになります。特にイベント中とかですね、人が増える場合は、恐竜いっぱい出すよっていう場合に関してはですね、抑えていただければ、エラーを抑えれるよっていうところになります。あくまで重複なので、全くダメだよっていうお話ではないんで、ご認識いただければと思います。同じ理由で生物もポットに直していくというところですね。生物飾りたい場合は、極力剥製台を使っていただければと思います。それぞれエクスティンクションで出たポットに関しても、剥製台に関しても、あとキブルシステムが改善されたのに関しても、基本的にこの辺の重さの対策っていうところでもあるので、ぜひご活用いただければと思います。剥製台もある程度重さがあるので、一定範囲内で設置上限が設定されている部分はあるんですけども、そのまま生物出しているよりは軽いというところになってきますね。続いて、建築ですが、現在ですね、金属は色を塗るというところですね。建築メッシュに関しては、壁台を有効活用していただいて、割と壁ですね、普通の壁の方が使い勝手は確かにいいんですね。一個壊せるっていう部分もありますし、上から垂らしておけるっていう部分も。ある程度決まればですね、壁台に置き換えるとかで、設置が4枚分が1つに余りますんで、壁4枚った時よりは軽くなります。特に大型建築とかする場合ですね、壁台を活用いただければと思います。1枚分の重さっていうわけではもちろんないんですけどね、壁4枚よりは軽くなります。で、テック設備ですね。これも先ほどご案内した通りではあるんですが、トランスミッター、フォースフィールド、レプリケーター。これは使う時だけ起動していただく。トランスミッターちょっとね、光がかっこいいんで出しておきたいところはあると思うんですが、先ほどご案内した通り、常にというお話ではなくて、重くなる時ですね。イベント中とか倍率上がってる時とかですね。あと、拠点重いなっていう時は来ていただければと思います。ここ2つは基本的に使うときしか起動してないとは思うんですけどね。で、テックジェネレーターに関しては、できるだけ範囲を小さく設計するっていうところですね。あと、表示範囲を消すっていうところをしていただければ、だいぶ抑えれるかなというところになります。できれば便利なんでね、最大範囲で1個で済ましたいっていうところもあるんですけど、どうしても重くなる。特に、テックエサ箱でジェネレーター使ってる場合って、やはりブリードをいっぱいしてると思うので、重複しちゃうんですよね。生物密集と。なので、そのあたりでご注意いただければと思います。次にマップですね。安定しているマップを本拠地にするというところなんですが、アベレーションであったり、あとジェネシスであったりと、どうしても性質的に負荷がかかりやすいマップっていうのがあります。そこにしてしまうと、負荷がかかりすぎてですね、あと他の要因もちょっと入っただけでですね、他のマップよりも許容量が少なくなっている可能性が高いっていうのもありますし、例えば、エレメントを取得しやすいマップ。こ
これもまたエクスティンクションとかジェネシスになってくると思うんですが、もともと重いマップですが、エレメントを取得しやすいということは、テックジェネレーターを使っている確率が上がりまして、テックジェネレーターを広範囲で使っている場合っていうのが多々出てくると思います。余裕があるんで、エレメントに。入手しにくいところだと、極力抑えてですね、使う場合っていうのも出てくると思うんですが、気軽にエレメントが手に入るマップに関しては、結構バンバンですね、テク使ってたりするので、そういった部分で、やはりマップ全体としても重くなりがちっていうところで、落ちやすくなります。重すぎるとですね、うまくマップ自体も起動しなくなってマップが消えるっていうのが多々出やすいマップになりますんで、そういったところは人気マップもそうなんですけど、ご注意いただければと思います。なんで、極力安定しているマップで本拠地を置いて重要なものは生物の親とかですね、ブリードで鍛えた子たちの元になるものとかに関しては、ここに保存しておくっていうのがベストかと思われます。2番目の風力発電機と金庫段差置きなんですが、まず風力発電に関しては、要するに起動するところであれば永久量になってますんで、うまくインできないとかですね、ガソリンとかエレメントが切れて消失してしまう部分っていうのをある程度抑えれたりします。冷蔵庫とかですね、低温冷蔵庫が切れて中身が消失してしまうっていうのを極力抑えれるものになりますので、そのあたりで建築をしてみるっていうのと、もう一個金庫の段差置きなんですが、これに関しては、昔のサバイバーはわかると思うんですけど、金庫に関してなんですが、金庫の床を壊せば下に落ちます。完全に壊れないんですね、他のものと違って。なので、耐えれるっていう部分があるんですが、もう一つが有効期限があるんですね。時間が経てば、それぞれ建材によってサーバーから消去されます。日数が経てば。それにあたって、金庫に関しては、一度床が消えて落ちた場合に再生成される扱いになるんで、有効期限が伸びます。なんで、通常置いている状態の金庫よりも段差置きして床が壊れて下に落ちて再生成されるっていう状態になると、有効期限が伸びます。なんで、なかなかマップに入れないマップとかですね、エラーで落ちて、なかなかインができないっていうところに関しても、大事なものをこの段差置きで金庫で直しておくことによって、維持に関してですね、他の拠点がなくなったとしても、この金庫の部分だけですね、残せたりする場合もあるので、昔はよくラグナロクとかですね、マップ広がった時にインできなくなって、しばらく入れないっていう状態の上で、マップ公開される前にですね、みんなこういう対策を取ってる。最近あんまりないと思うんで、知らない人も多いかもしれないんですが、一応サーバーが消えやすいところでやってる方とかに関しては、一つこういうテクニックもあるんだなというところで覚えておいていただければと思います。プレイヤーですね。もちろん人気具合でサーバー自体を変えるっていう部分もあるんですが、あと時間帯を変えること、そのサーバーにインしている人の人数、時間帯によってもちろんプライベートの部分もあると思うので、なかなか変えづらいところではあると思うんですが、インの時間を変えるということで抑えれたりもします。あとはサーバーの部分ですね。まずはサーバー起動時は何かする上でですね、大きいことは避けるかですね。あと、マップ間移動は避けるかですね。あと注意していただくっていうところになってきますね。あともう一個、マップ負荷が低そうなところへ移動。同じアベレーションでもですね、やっぱりそこに住んでいるサバイバーによって、例えばブリーダーがいっぱいいるサーバーとそうでないサーバー。とかであれば、同じマップでも負荷が低くなってきますし、エクスティンクションでもジェネレーターいっぱい置かれているところとかですね、みんなが最大化しているところと最小で使っているところであれば、マップの重さは変わってきますので、常にジェネシスミッションされているマップと、そうでないマップですね。あまりミッションしなくて生活をしている、ブリードしているとかの人がいっぱいいるサーバーであれば、負荷のかかり方が違ってくるっていうところもあるので、そういったところへあまりにそのマップがですね、相性悪くて重いよ、落ちるよっていうのであれば、移動するっていうことも一つ念頭に入れていただければと思います。それまでに拠点作ってるんで大変だとは思うんですが、一つの要素として考える点ですね。次にスペックですね。まず通信スペックとしては、ルーター再起動っていうのがありまして、たまにですね、ルーターですね、再起動
していただければ、通信力ですね、復活する場合とかもあるので、ちょっとした小手先の技ではあるんですが、試していただければと思います。あとは根本的に通信環境の見直しですね。会社とかもそうですし、あと、無線とかで繋がれているんであれば、ルーターを性能いいものに変えたりとかですね、有線にしてみたりとか、そういったところで見直していただければと思います。で、本体スペックに関しては、スペックを上げる。先ほども出てましたが、プレイステーションであれば、それぞれプロにしてみたりとか、5にしてみたりとか、あと4とか4プロのままでもですね、SSD 化してみたりとかで、かなり抑えれるものはあります。パソコンの場合であれば、グラボのランクを上げてみたりとかですね、そういったところで対応していただければと思います。あともう一つが、下の解決法を実施していただくことで変わってくるところがあります。ではですね、実際皆さん気になっている解決法のところになってくるんですが、まずは安全の部分ですね。解決策というよりは、ちょっと起こった時の対処法っていうところでもあるんですが、バックアップですね。それぞれあります。まず、プレイステーションの場合ですね、メニュー画面の設定というところから、アプリケーション、セーブデータ管理というところに進んでいただいて、本体ストレージのセーブデータ、ここまでは一緒です。本体にバックアップ取っても本体重くなるだけなのであまりおすすめはしません。で、PlayStation Plus ですね。クラウド上に預けるという手段もあります。今回ここに書いているのは外付けのハードディスクに保存する SSD でもいいんですが保存するという手段になっています。ここに関してはハードディスクでいいと思います。SSD は高くなっちゃう。バックアップだけなんですね。USB ストレージ機器にコピーするっていうものを選んでいただいて、ゲームですね。アークサバイバルエボルートを選んで、ここでマップとかですね、データ取る内容を選べるんですが、よくわからない人に関しては、とりあえず全部チェックしていただいて、コピー選んでいただければバックアップされます。転送重いなってなったら、この USB ストレージにつないでるケーブルを見直していただければと思います。あと、外部機器の転送能力になってくると思うので、基本的にはそんなに時間かからないとは思うんですけど、パソコン版に関しては、セーブデータがここにあります。エクスプローラー開いていただいて、フォルダのマークのやつですね。開いていただいて、ここはちょっと保存先になるんで、本体に保存している人は C ドライブになってると思うんですけど、自分はちょっと外部なんで、D ドライブになってるんですけど、この流れで進んでいただければと思います。概要欄にも貼っておきますのでね。で、セーブドの中にこれもまた選べるんですけども、基本的にわからない人はセーブドのフォルダですね、コピーしていただければと思います。結構ちょっと量多くなってしまいます。あとは本体でもいいですし、外付けでもいいですしね、保存しておいていただければと思います。次に言語設定を英語にするっていう部分ですね。これに関しては、要するにもともと英語で作られているものになりまして、そこに日本語のデータを上から乗っけている状態になりますんで、その日本語文ですね、データとしてはやはり重たい。なので、設定を英語にすることで、その日本語乗っかるのがなくなれば、その分軽くなるというところになります。一番効果的なのがここになってくるんですけど、FPS の上限設定というところですね。FPS、フレームパーセコンドっていうところで、動画でパラパラ漫画をイメージしていただくっていうのが一般的にあると思うんですが、要は絵が1秒間にいっぱい切り替わって動画っていうのが構成されています。その1秒間に何枚表示するかっていうのが、この FPS っていうものになってます。アークの場合、ここに上限設定がされてません。なので、軽いところでも重いところでも、常にグラフィックの部分が全力稼働してます。へたってしまうっていうところと、実際ですね、熱が上がれば性能落ちるので、無駄に頑張りすぎて必要な時にエネルギーが足らないっていう状態をイメージしていただければと思うんですが、結構負担が大きくなります。ここの対処法になるんですが、まず2つのパターンがありまして、1つはコマンドを使って上限設定をするという部分になります。これはローカルでの設定になってしまうので、あとは非公式サーバーのサーバー主などであれば利用可能かと思うんですが、コマンドで FPS の上限を設定するというものになります。ここに関してはちょっと公式の部分がどういう扱いになっているかっていうのがですね、ちょっとなんとも情報がないので言い難いところにはなってしまうんです
も、少なくともローカルで使っていただければ結構抑えれます。で、数字の部分は任意なので、おおむね 60fps あれば、アークに関しては問題ないと思います。一応目安で言うと、映画が24とかそれぐらいだと思うんですけど、おおむねテレビが 30fps で作られてます。ゲームとかが FPS ゲームとかですね、高いものを要求されたりですね、いろいろ今出てると思うんですけど、おおむねの一般的なゲームに関しては 60fps あれば問題ないぐらいになってます。なんで、まずは 60fps で試していただいて、余裕あるようであれば上げていくっていうのも一つです。パソコン版に限られてくるんですが、直接ファイルに書き込むという手段があります。保存先、セーブドまではさっきと一緒なんですが、そこをコンフィグで進んでいただくと、このエンジンっていう部分があります。メモ帳で開いていただけますので、メモ帳で開いていただいて、中にこれを書き込みます。すると、FPS をこの数字分で常時制限をかけることができます。パソコン版の人は基本的にこれ書き込んどいていただければいいかと思います。公式に作用するかどうかまでちょっと確認は取れてないのであれなんですけど、これを書いといていただくことでかなり安定してですね、ゲームをしていただけるかと思いますし、これプラスで各種対策ですね、あとグラフィックなどの設定をしていただければかなり快適にご利用いただけるかと思います。逆に言うとこれしてないとグラフィックを落としてもですね、空いた余剰分さらに FPS を出すことに力を注ぎ込んでしまうので、あまり効果が少なかったりします。なので FPS 制限した上でグラフィックをいじっていただくことによってかなり表示軽くしたりできるので、ぜひご活用いただければと思います。以上がですね、バグ、ラグ、エラー落ちの解決法としてのご提案となります。最初にご案内した通りですね、それぞれが重複している部分っていうのがあるので、それに合わせて対策していただくという部分と、解決法はもう全体的なものになるので、ぜひ実施していただいて、快適なアークライフを楽しんでいただければと思います。また、ここはこうだよみたいなものとか、自分はこうしてるよみたいな対策ですね、などあれば、ぜひコメント欄に情報を寄せていただければ助かります。また困っていることとかですね、寄せていただければですね、自分も含めて他の方からそれに対しての対策であったりとかですね、解決法が見つかるかもしれないので、そういった面でもコメントいただければと思います。では本日は以上となります。普段ですね、アークについてトラップであったり、建築動画、冒険動画、ニュース速報的な情報発信であったり、チュートリアルなどもお送りしておりますので、ちょっとでも面白かったよとか、役に立ったよとかございましたら、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。あと、Twitter の方でも随時情報共有や配信投稿情報、動画で使った資料の配布、リクエストや相談も受け付けておりますので、Twitter の方でもフォローよろしくお願いいたします。少しでもですね、皆さんのアークライフの助けになればと思いますので、ぜひご活用いただければと思います。ではまた次回お会いいたしましょう。バイバイ。